2026年6月23日セブンイレブン新商品5品です。冷製生パスタエビのうまみトマトソースです。公式ページではもちもち食感が楽しめる冷製生パスタです。エビの風味とうまみを味わえるトマトソースにエビ、トマト、ブロッコリーを盛り付けましたと紹介されています。しっかりと酸味を残した生果肉感のあるトマトソースが口の中いっぱいに広がります。ニンニク感は抑え気味で濃厚なエビの風味とアンチョビソースに由来すると思われる魚醤系の香りがリードしています。圧倒的なフレッシュ感のトマトソースを奥行きのあるソースに変える絶妙のバランスです。存在感のあるソースに合わせるのは特製3層構造の生パスタです。デュラム小麦ならではの表層の滑らかさと弾力、芯の部分によりもちもちとした食感の生地を用いることでうどんのコシにも似た心地よい咀嚼感を実現しています。今までセブンイレブンの冷製パスタはトマトソースのカッペリーニが定番でしたが、今回はジェノベーゼや甲殻類の冷製パスタの美味しいとこ取りをしたような組み合わせをリーズナブルな食材で提供しています。提供価格税別598円は標準的なセブンのパスタ類の価格帯からは少し高めの設定ですが、個人的にはその価値以上に満足感がありました。おすすめです。香るうまみつゆ野菜かき揚げとわかめの冷やかけうどんです。公式ページでは出汁が香るすっきりとした仕立てのつゆをたっぷり味わう冷たいうどんですと紹介されています。讃岐うどんチェーン等の店頭ではすでにおなじみの冷やかけスタイルですね。今回は香るうま味つゆシリーズとしてうどん、中華麺、日本そばの3品が提供されています。プレスリリースで冷たい状態でも出汁やスープの香り、うまみを感じやすい香るうまみつゆを追求するとともに、器いっぱいに注がれたつゆ、スープの涼やかさが見た目にも伝わる透明容器でお届けしますとコメントの通り、一段と透明度の高い涼やかな容器での提供です。ちなみにトッピングは野菜かき揚げ、わかめとかまぼこ、長ネギです。肝心の味の方ですが、口に含んだ瞬間からカツオと昆布の合わせだしと思われるはっきりした香りと舌がかすかにしびれるしっかりした塩味、何より冷たいつゆにありがちなカツオの生臭さや雑味がありません。うどんはセブンの標準的な冷やしうどんで、しっかりした弾力とほのかな小麦感で安定の美味しさです。トッピングの野菜かき揚げも麺、具材とスープがセパレートタイプの容器のため、ほのかに揚げ油の香る野菜の食感を残した状態でいただけます。また一部がつゆと一体となってうまみを強化しています。具材にアリバイ的な動物性の食材が入っていないため、出汁に雑味が出てこないので、すっきりと最後までいただけます。また税別430円での提供で、税込みでもワンコインで購入が可能でコスパも文句なしです。奇をてらったところのないオーソドックスな味付けですが、コンビニの冷やし麺で出汁のうまみでいただける商品としてはおすすめできる一品です。香るうまみつゆシリーズ2つ目は冷やかけはまぐり塩ラーメンです。公式ページでははまぐりをベースとした数種の魚介だしを使用した上品なうまみを感じられる塩味の冷製スープです。オリーブオイルを使用した特製の香味オイルで香りよく仕立てましたと紹介されています。具材はゆで卵、もやし、わかめ、チャーシュー、メンマ、玉ねぎ、長ネギです。スープはやや甘口でしっかりした出汁感があります。麺は中細のストレート麺、適度な歯ごたえの中華麺です。いわゆる塩辛い系の味ではないのですが、塩分濃度はそれなりに高いのか、食べていると飲み物が欲しくなります。舌の真ん中から喉の奥にかけてかすかなえぐみとともにしびれるような貝特有のうまみ成分は感じていますが、はまぐり感があまりなく全体的に甘い印象が強いです。
酸味はなく甘みはかなりしっかり感じます。油感はありません。チャーシューはいつもの塩豚タイプですが、炙ったような香ばしさがあり、やや肉厚です。メンマやわかめ、チャーシューのクオリティはその食感から標準的なお弁当のものより少しグレードが高い製品のような印象を受けました。味の濃厚さもあり、食べ応えは十分です。ハマグリのうまみを真ん中に置いた味の構成ですが、私の味覚の問題かもしれませんが、味が少しぼんやりしているように感じました。ハマグリ感はあまり感じなかったからです。ただしウェブ上での評判は上々のようですから、個体差の可能性もあります。いろいろ出汁や調味料が工夫されているのは分かりますが、今一つはっきりしない味でした。香るうまみつゆシリーズ3つ目は冷やかけピリ辛ごま豆乳そばです。公式ページでは、冷たいそばをごまと豆乳のうまみが引き立つピリ辛ごま豆乳スープで味わう商品です。具材は蒸し鶏、レタス、紫玉ねぎ、人参、水菜を盛り付けましたと紹介されています。ごまの香ばしい香りとラー油のピリッとした刺激、それらを包み込むような豆乳の甘くクリーミーな食感が口の中いっぱいに広がります。そしてそこに滑らかな口当たりのそばが滑り込んできます。塩味は抑え気味で、ごまと豆乳のうまみと優しい甘さが主役の味の構成です。バンバンジー仕様のトッピングは鉄板の組み合わせです。茹で鶏には弾力のある食感と肉の甘さ、水菜のシャキシャキした食感、人参のコリコリした歯ごたえとかすかなえぐみ、圧倒的な水分量のレタスが提供するかすかな苦みが、ごまと豆乳の濃厚なスープが単調になりすぎないようにアクセントをつけています。全体的にスープとしてはとても美味しいのですが、主役のそばの魅力があまり感じられませんでした。クリーミーで濃厚なスープにより、日本そばならではのすすった瞬間のそば粉の香りや繊細な噛み応えはほぼ完全にマスクされてしまいました。うどんやスパゲッティのような小麦麺であれば、その物理的な太さによる食感や穀物の風味の維持、白飯のようなソースに対する需要性の高さからより美味しくいただけたように思います。ネット上での評価が高い商品なので、多分に個人的な好みの問題はあると思います。セブンイレブンならではのチャレンジングな商品です。カフェボックスガパオライスです。公式ページでは、鶏ひき肉をホーリーバジルや唐辛子、ナンプラー、タイの伝統的な調味料などで炒めたスパイシーなガパオライスですと紹介されています。ペーパーランチボックス型の新容器カフェボックスを採用し好評を博しているシリーズですが、今回はセブンの定番ガパオライスです。レンジで温めている時からホーリーバジルの香りが漂ってきます。ちなみにタイではガパオと呼ばれているのでガパオライスです。容器の蓋を開けると、ガパオやパセリなどの香草の香り、唐辛子などのスパイスの香り、ナンプラーの魚醤系の香りなどが一気に立ち上がり、タイ料理屋さんのテーブルを思い起こさせます。口に含むと、最初にガパオなどの香草やニンニクの花に抜ける刺激的な香り、次にジャスミンライスと炒め油の甘い香り、少し遅れてピリピリとした唐辛子の辛みが口いっぱいに広がります。味のベースは甘辛く炒められた具材のソースと混ざった甘いジャスミンライスですが、香草の刺激的な香りや唐辛子の辛みで口の中は大騒ぎになります。エスニック感満点の仕上がりです。しっかりと火を通した香ばしい鶏肉も甘辛い味付けがよく染みていて、ご飯が進みます。ヤムウンセンっぽい春雨の付け合わせはしっかりと酸味が効いていてアクセントになっています。タイ料理は日本人好みの副菜類も多いので、単品で商品化してもらえると嬉しいですね。ボリューム感については、見た目ほど脂っこくもなく、分量的にも一般的なコンビニ弁当程度ですが、味付けがしっかりしているので見た目以上に満足感があります。原材料名にタイのお醤油であるシーユーダムやパームシュガーなどの現地調味料の表記はありませんが、タイ料理特有の甘い味付けが個人的には印象的でした。何か工夫があるのかもしれませんね。
おすすめです。さて、今週のおすすめの一品は冷製生パスタエビのうまみトマトソースです。税別598円で美味しい冷製の生パスタ料理が24時間コンビニで購入できる国は多分日本だけでしょう。今までのカッペリーニを使った定番の冷製パスタももちろん美味しいですが、もちもちした冷たい生パスタに冷たくフレッシュなトマトソースを絡めていただくことは、暑すぎるこの季節にはなかなかに幸せな出来事です。強くおすすめします。